どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。ピーマンとパプリカのハーフってピプリカになるのかなって夜も眠れないさやです。絶対気になってないだろピップっていくのはちょっと厳しいな。うるさいのよそんなことじゃないのよ今回。それどころじゃない。起きてるんだよ。大変なことも起きてるんだけど。そうだよ、逆つむり、これつむり、片つむり、割と無理って無理よもうそんなもん。あんま今日ちょっとここに触れる余裕がないぐらいの気持ちなんだけど、ちょっとこいつが面白すぎて触れたくなっちゃう。いやカタツムリじゃねえしこいつだけただの割と無理なやつ。いや、ただ割と無理なやつ。いや、割と無理な現象が起きてしまったんです。そうですよ。もうとんでもないんですよ。ということで、はい、こちらです。こちらです。何逆から読むな夜遊びといえば今回やっていく企画はこちら。声優と夜遊びのマスコットキャラクターソビーとその仲間たちのショートアニメーションのキャラクターデザインさせていただきました。ジャギーだよねツピー。はい、何を言うとんねんって。もうえらいこっちゃサバイバルですよ本当に。てかあと正確に言うと、はい、させていただきましたとか今タイトルで言ったんだけど、そんなお話が来て今からキャラデザするぞわーいのそれでわーいで服も着てないけどわーいっていう感じですよ。はい、またすっぽんぽんです。そうですよ。こことかも袖だけついてるだけみたいなもんだからね。そうね、本当はね。本当はね。イエスさんもうラじゃん。じゃあラじゃん。じゃあラで。てなわけで、皆さんご存知アベマの声優と夜遊びという番組。はい。もういろんな最人気声優さんたちがそれぞれ各曜日でね素敵な番組をね、やられている夏目さんちも以前ですね、こちらの動画ですね。はい。声優と夜遊び当時の木曜日、浪川大輔さんそして石川海人さんの会にね、お呼ばれしまして、限界オタクむき出しで行ったんですけども、とんでもなく素晴らしいね機会をねいただいてたんですけども、なんとこの度ですね、声優と夜遊びのマスコットキャラクターのソビー、こちらですよ。かわいいソビーくん、モニモニしちゃったよね。このソビーくんね、モモンガの姿をしている好奇心旺盛で元気な5歳の男の子の妖精ですよ。ラムレーズンが好きな男の子ですよ。それも今回初めて知りました僕。私もですそしてソビーと愉快な仲間たちがですね、なんとショートアニメ化する。おめでとうございます。おめでとうございます。そこまで聞いたらおめでとうございます、楽しみですねっていう話で済むんですけど、今回そちらのキャラクターデザインをもしよろしければ夏目さん家にってなったよね。喉にメロン詰まったかと思ったもんね。でかつばんだ。いやマジで、本当にそんなお話をいただきまして、もうすでにね番組を見てらっしゃる方は七の事実だとは思うんですけど、ソビーのお友達を作ろうという企画がですね、番組の6月中とかにそれぞれの曜日の声優さんたちが、思い思いねソビーの友達、仲間たちを妖精たちを書くというねコーナーがありまして、今回は声優さんたちが作ってくださった案をもとに、その妖精さんたちを夏目さん家でキャラクター化していくということを仰せ使いまして、世界観的にはもうさやさんむき出しでいこうかなという感じではありますけどね。もうやばいよ。だってやべえっすよ。共作ですよもうこれは、すごくない？やばいよ。でしかもその描いたキャラクターは、デザインした声優さんが当てるんですよ。ってことは、あなた描いたキャラクターがとんでもない方々の声が当たっちゃうんだ。やばくない？生きてられるかしら。生きてかれるかしら。お前が妖精さんになるのだみたいな感じになっちゃわない？今この辺、さやさん飛んでる妖精さん、妖精の夏目さんちが飛んでるわ今。今おどおどしてるわ源さん。そう。書かない。いや本当にマジでドワドワしてる。ドワドワしてる。ドワドワしてる。そわそわを超えてドワドワ。ドワドワしてる。もうね皆さんはすでに28時間テレビの発表で見ている方もいるかもしれないんですが、もし見てない方はぜひね、我々が今から各曜日の MC の声優さんたちが凄まじいものを用意してるので、そこからキャラクター化していきたいと思います。心落ち着けよ。ふう落ち着いた。これぐらいテンパってると思います。では
さあ早速1体目でございます。はい、1体目なんですけども、今回は全部で15キャラいるんですけど、その中でも今回は3キャラ分まずは2人でねやっていこうかなと思うんですが、アンダシですよ、アンダシ。はい、アンダシまだこれは本書きじゃないんでね、好き勝手書いていこうかなと思うんですけど、じゃあまずは1キャラ目1キャラ目のデザインは浪川大輔さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当に以前出演した際にはもう本当にお世話になりました。はい、涙を流しました。本当に誇張じゃなくてなわけで、浪川さんがデザインしたソビーのお友達っていうか、もうお友達だけどライバルなのかな、これは。ゾビーもう全部濁点ついてる。いやもうすごいよこれは。設定はですね、いつもソビーを妬んで恨みしかないすごい負のオーラ出てるこいつ。やばいねもう。でしかも口癖はんだこららしいですね。かわいい。でまあそれでソビーとライバル的存在の38歳らしいです5歳のライバルの38歳って、すごいよね。現実で考えて相当やばいよね。すごいですよこれは。てなわけでまずは1キャラ目でいきますか。15分ぐらいですか。ゾビーよースタート。しかも今回さ、それぞれの各々の声優さんが声を当てるということなので、このうんだこらは浪川さんボイスなわけ。かわいいよ。かわいいタイプの浪川さんなんかね。でもなんかさ、めちゃイケボボイスでついてたらちょっとドキッとしちゃうどっちもあるんじゃない？浪川さんの幅で言うとさ、でもソビーのお友達だからな。大体ソビーだから、ソビーこんな感じじゃない？ほら。まあ確かに。まずちょっとソビーの原型作った。目はどうしようかな。目はこの浪川さんが描いてくださっているこの悪目を生かそうかな。いいですね。これでも浪川さんが描いているのは、口が2つあるんだなこれ。多分さやさんのさ、独壇場だと思ったんだけど、今回のお仕事まあ基本的にね、夏目さんちっていう特殊な仕事の受け方してて、夏目さんちお願いしますっていう風に来るパターンの仕事が多いんですよ。でどっちかって指定がないパターンが多くて、でもそういう時って明らかにいやこれさやだよな、いやこれ源だよなみたいな時があるんだけど、でも2人にお願いされたから一応2人ともやってみるっていう、なんかよくわからない受け方するんですけど、ちゃんと適正を適性をね、自分たちの方でもね判別するわけですよ。ちなみにあと5分です。マジどうしようかな。色ソビーが黄色だからやっぱ青系統でね、紫系統で足長くしてもいいから、すらりほらモデルさん。やめろふざけんなって。もう人のこと言えないんだけど。夏目さんして変な受け方するよね、仕事ね。そうラフスケッチの段階をさ動画に出すっていう。もちろんちゃんと許可は得てますよ。で出てくるもの全然違うから。いや本当にでもこのなんか最初の勢いをみんなに共有できるっていうのは楽しいよね。やっぱりお仕事を受けた直後ってハイになってるからさ、ウシャーってなってるわけで。落ち着いてさあということで1キャラ目、浪川さんデザインのゾビー。せーのドン。怖い。だから言ったじゃんごめんってイメージだから。なんかホラーゲームで主人公を導いちゃう感じのキャラ。いいわかる？いい。ソビーにもあるね、この頭のさデザインでこう開いてる。そうね、オレンジそこがパッて開いて口になって、人間の嫉妬や妬みそねみなどの感情をパラパラって食べる。でこれ下は、ソビーはなんかこうさ、お月様っぽいさ模様になってるんだよね、ソビーは。だからこう逆向いた口がついてるお腹に。まあでもなんか色味の雰囲気とかはなんとなくこういう感じなのかなっていう。まあいや可愛いな、さやの方。私もこの下ベロってやつ書こうと思ったら、もう書かれてたから、そういうことね。もうダメだと思って下抜かれちゃってる。下抜いて一回バンって抜いてなんでいいじゃん、かぶった。遠くから見ると別にまあこういう模様の子なのかなって思うんだけど、こうやってふんって怖っ。手入れられる。真っ暗なんだ。真っ暗なの、ここ。これあれだ、世界一黒いみたいなの。もうマジで何の光も反射しない空間ね。そう怖っ。人の感情がここに詰まってる。妬みそねみが。大丈夫これ。でほら見て、こうちょっとした傷口をねこうタスクトにやって、なんかこう38年という長い人生を感じさせてほしい。何かあった世界の33年後のソビー。やだな。いやでもまあこんな感じですね。ちょっとここからお互いの案を足しつつ、足さなかったりしつつ、ゼロから作りつつ、じゃあやっていきましょうか。で次行きましょう。さあということで2回戦目でございます。お二人目のキャラクターですね。上坂すみれさん。上坂すみれさんのデザインされているこちら
サキュバスさん太郎。サキュバスさん太郎。かわいい。かわいい。めちゃめちゃかわいい。22歳ですね、こちら。はい、こちらはね、プロポーションが良くて可愛らしい女の子らしいですね。うん。ちょっとこう悪魔っぽいデザイン、ね。そうね、小悪魔ですね。サキュバスなんで。はい、小悪魔ちゃんです。で、近寄ると、スケソウダラの甘じょっぱい香りがするため、サキュバスの魔法をかけづらい。ちょっとだって、チャームがかき消されちゃう。スケソウダラで。狙った男の人のとこにさ、近寄るけど、魔法より先に香りが到達しちゃうっていう。なんてなるわけですよ。なるほどね。はい。サキュバス新人賞を目指してるらしいです。そして。頑張っていただきたいな。ちょっと残念な子なんだね。残念な可愛い子って感じなんだろうね、きっとな。それでは、2体目、サキュバスさん太郎、よーい、スタート。すごいスケソウダラがさ、そう、すっごいスケソウダラが邪魔してくるよね。後ろの方でなんかすごいソファにドカって座って、ピシッピシッってするかもしれない。はい。ちなみにこれさ、このソビーの世界観に合わせなきゃいけないから、極端にデフォルメをしないといけないと思うんですけど。いや、まあそうね。僕の絵柄で言うともう特に。ソビーとだって横並びになったことを考えると、160センチじゃまずいわけ。まずいわけね。セクシーお姉さんで。はい。でも、さやさんはデフォルメして。一旦僕は普通に描くから。一旦ね。一旦普通に描いていい？俺の絵柄で。一旦ってなんだろうね、みんな。だから後でさやがデフォルメするかもしれない。一旦って何言ってんの？一旦。ケイさん、サキュバスに会ったことある？あったとしたら俺も無事じゃねえけど。サキュバスってさ、どこから来たさ存在なんだろう。サキュバスとは検索。やっぱこれ気になった時に。まあね。はい。ははーん、ふむふむ。ちょっとこうセンシティブなキャラクターなんですけど、そうだよね、本当は。そうそうそう。まあ要は男の人をめちゃくちゃ誘惑してくる、女性の形で夢の中に現れる民間伝承における超自然的存在って出てくる。超自然的存在。すごい昔からいるよ。なんか16世紀にはもういるってよ。どういうことなんだろうね。それってさ、民間伝承って言うけどさ、それは願望なのかな。やっぱどの時代にもさ、妄想力を持て余した奴らがいるわけじゃない。逆にあるかもね。今日俺さ、超いい夢見ちゃってさ、めっちゃ可愛い女の子出てきちゃってさ、そういうとこから生まれたっていう説もある。興奮しちゃった男の人が創作界隈が隠しかねえっしょみたいなっていうのが、もしかしたらサキュバスの始まりかもしれません。実際そうだと思うわ。説あります。勝手に今決めつけた全て。じゃあうちのバブちゃんの話ももう一回挟む？いいよ。最近おならが止まりません。そう、最近うちの子さ、おならしすぎないの、ね、おならで返事してくる。どうする？お腹すいた？ご飯食べる？マジで。マジですよ。ね、今日ほら見てお天気がいいよって。ほら雲がいっぱい出てるね。ブッブッ。結構マジなんだよね。ちょっと困り眉毛なの可愛いな。そう、困り眉毛なんですよ、これ。スケソウダラのこの匂いに困ってるのかもしれない。どうしたらいいんだろう。どうして私甘じょっぱいんだろう。甘じょっぱいのは恋だけでいいのにってなってるのかもしれない。恋甘じょっぱいんだ、この人。甘じょっぱい恋ってどういう感じだと思う？甘酸っぱくないんだ。甘じょっぱいんだ。ちょっと辛いのかな。しょっぱいからね、やっぱり。なんかこう、一さじの辛さがあるのかもしれない。あるよね。甘酸っぱいってさ、ほら、頑張ってみたいなさ、そういう気持ち。甘酸っぱいってなるじゃん。誰なんだよ、それを最初に甘酸っぱいって。また好きになっちゃった。ほろ苦い恋ってもう言うもんな。なんで恋はみんな味に例えられるんだろう。詩人だな。すごいな。多かったかな。あ無理。さあ、ということで、2体目、上坂さんのサキュバスさん太郎。はい。せーの、ドン。おー、かわいい。かわいい。死んでないこいつ。大丈夫これ？大丈夫です。腐ってない？これは、むまられちゃったの。こいつが？そう、まず、もう100発100中のスケソウダラのオスを仕留める能力がある。役立たねえ。だから常にスケソウダラがそばにいてしまうので、なるほどね。香ってしまう。あ、そういう、じゃあもう別にスケソウダラが好きというか。だからほら見て、って戸惑ってる。魅了できちゃったから。戸惑っちゃうんだ。魅了できちゃって、まあとりあえず乗ってみたみたいな。甘じょっぱくはなさそう、匂いは。臭そう。腐臭しそうだ。いや、めちゃめちゃ可愛い。一旦ソビーと同じ世界っていうの無視してます。ガン無してくれ。ソビーだってこの辺にいるじゃん。多分ソビーこの辺にいる。この辺ふわしかもスケソウダラじゃなくて金魚になってる。そう、これさ、最初色塗っちゃったの間違えて、赤で。赤っていうかこう朱色で色を塗ってしまったんだけど、これ金魚じゃねってなって、これスケソウダラです。こいつは。で、この子のこの後ろこれ
サキュバスの羽かと思いきやスケソウダラのあれヒレここもヒレ。あらでこの子自体がちょっとスケソウダラの雰囲気もまとってるみたいな。そういうね。はい。まあ、しかも多分好きなんでしょうね。かばやきさんとのも好きなんでしょうね。はい。そうですね。かわいい。めちゃめちゃかわいい。露骨にプロポーションがいいです。これは魅了されちゃう。でもこの子夢にさ出てきちゃったらさ、もうあれじゃない？スケソウダラの香りが漂ってようが新人賞じゃない？いやもう新人賞ですね。もうそうなめじゃないもんマジで。もうこんな輝かしい子はいない。今後はサキュバスさん太郎賞を作ろうっていうぐらいの審査員変えちゃうレベルで。そう、はい、ちょっとこれをだからあれですね、2人分のイメージを合算するのか、まあさやの路線でいくのか、ちょっとまたこれは考えていきたいと思います。いやそうですね、間違いなくこれではないです間違いなくこのプロポーションで出てこない。いやそうだ、ソビーでさっき考えたゾビーがこんな感じで、ゾビーサキュバスさんだろうっていろいろおかしくなってくる。それでは3人目いきましょう。さあということで3人目3キャラ目でございます、はい、ソビーのお友達はいで、そして今回のですね3体目のキャラクター花江夏樹さんのデザインされたはいこちらごぼうのねごぼうめっちゃ好きごぼうです。ちょっとさやじ読みもあるもんな。ちょっとさやさんの独壇場じゃないですかこれ。そんなことないですよ、ごぼうのキャラデザ初めてなんでちょっとだよね。でもなんかさやじに昔ごぼうあったけどね、どっかにあったと思うよ。でもわかんないからごぼうが出てきたさやじをどの動画だったかちょっと皆さん教えてください。で私ごぼうブラッシュアップしたことないんだわ、でこちらですねごぼうのヌッキーもすごい横たわってるんですけど、もう誰かに抜いてほしいヌッキーだけど抜いてほしいヌッキーなんで、ね、自分じゃ出てこれないのかな、わかんない。でも手足あるんだよな。で口癖は誰か抜いてしか話せない何これ悲しきごぼうは。だから今日ご飯何食べる、誰か抜いて花江さんの声でね、あ、分かった麻婆豆腐ねご飯どれくらい、誰か抜いて、あ、大盛りにしとくよみたいな、そういうみたいなはい。いやもうそんな感じですよ、きっとね、でしかもここなんで今回これ選ばせていただいたかというとですね、サキュバスさん太郎と友達で片思い中らしいです。ごぼうのヌッキー、この子に恋してるのね。そうだからこの子に恋してるごぼうのヌッキーはさっきむまられてるね、完全にむまられてる。むまられてるわ、でも確かにスケソウダラとごぼうってさ、一緒にお料理したら美味しいもんで2歳です進んでる、片思いしてる2歳なんて進んでるわ。じゃあということで3回戦目、花江夏樹さんのごぼうのヌッキーよーいピッ。でもなんかさ思ったけどさ、ごぼうで2歳でしょ、だいたいどれくらいでさ、ごぼう確かにごぼう育つ年数収穫には120から150日ぐらいだったよ。じゃあ今マックス半年。そうだね、半年ぐらいでもくらいでいけちゃうんだ。じゃあ超大人じゃん。大人じゃん2歳ごぼう界で言ったらじゃあ結構やっぱり青年超えて大人ぐらいかもしれない。やばいね、だって、なんならじいさんかもしれない。やばいね、2年のごぼう2年のごぼうは結構かもしれないごぼうって名前おもろいよね、なんだごぼうすごいね。ごぼうってさ書ける？書けないよ、今調べてるもんだから。漢字すげえむずいんだよ。漢字？ごぼう。これでごぼうって読む。牛なんだ。で、なんでって考えてたらもうどんどん時間過ぎていく。いやもうほんとよ。おーすごい。なんすか？やばい、さやメモだよ。調べたくせに今何？中国から来たらしいんですよ、このごぼうって字は。で、大きい植物に対して牛っていう漢字が使われるらしくて、かつこの棒っていう植物にそっくりだから、でっかい棒に似た草でごぼうらしい。へー、すごい。明日誰か言いたくない。使えるかどうか絶妙ない。ごぼうの由来知ってるみたいな感じで。それどうやられてもちょっと嫌だけど。何これかわいい。絵面が一緒なんだだってごぼうなんだもん。まあね。いやでもなんか花江さんの描いていらっしゃるシュールななんか雰囲気は絶対に出したいもんな。ね。でもやっぱり恋してるからちょっとおしゃれさせてあげたいな。何その視点、優しい。優しいでしょ。さすがさやさんじゃん。でしょ。恋するごぼうの気持ち分かってんね。そう、ごぼう心が分かんない私。ごぼう心。で昔おじいちゃんからもらったごぼう茶が本当に飲めなくて泣いちゃったことある。ごぼう茶って何？本当にごぼうが入ってんの？いやわかんない。ごぼうをお茶にしたやつなのかな。
そういうことなんだ。そうなんかね、おじいちゃんがね、これはすごい健康が良くてね、じいちゃんはね、どこどこのね、なんとか県のね、なんとかっていう農家さんから取り寄せてるんだよって言われて、お前も飲んでみなさいって言われて、すごいいっぱいもらって、飲むとそう健康なんだと思って、ポンポンポンって土飲んでるってなった。はい、さあということで、3体目ごぼうのヌッキー。はい、せーのドン。なんかでもすごいね、なんかスケール超アップしてない。いやなんかちょっとそう、これ、当てたいです。当てたいです。何？ごぼうの2年生は、やべえ成長しすぎているという図だと思います。まあそういうことです。いやなんか大人すぎると思って。いやそうね。ってことは、誰か抜いてっていうのは SOS サインが育ち続けてしまうから、このままだと宇宙ごぼうになってしまうから。宇宙誰か抜いてほしい。結構高いとこあるよね。しかも横幅もやばいから、世界中も世界ごぼう。世界ごぼう。ブーンってこう送る方に風がさ吹いてるようなところまで伸びてるわけですよ。すごいよ。もうだって雲突き抜けてるわけだ。やば。もう間もなく成層圏。マジでこのごぼう飛行機とかが入ってさ、雲抜けてさブワンって雲抜けたらさ、ごぼう誰か抜いてって声が飛行機の管制塔にさ、その音声が入って怖すぎるねえってなる。怖すぎる。はい、まあちょっとサイズ感はきっともっと本当はねちっちゃいと思うんですけど、はい、いいね、このスケールいいです。とても好きです。はい。でさやさんのはかわいい。はいじゃん。何みちゃってしてるけど。でもね、これさやさんゲッさんと逆で、めちゃめちゃ深くまで育ってる。逆にね。そう、抜いて誰か抜いてっつってニチャニチャそうニヤニヤ抜けるもんならそう言ってんだけど、相棒のテントウムシが無理やっていつも言う。かわいい。テントウムシかわいい。そうちなみにこのリボンは、これは逆に思った。はいはい。酒場さん太郎に結んでもらったから好きになっちゃった。なるほどね。可愛くない？可愛い。そう。ごぼうってでも本来こうやって育ってないんだけど。まあごぼうってだってさ、あいつ地中なんじゃないの？そうだ。こうやってこう葉っぱがあって下にこうごぼうが生えてるの。そうだよね。でもなんかこう絵的に上に伸ばして。そう上に伸ばしたくなるっていう。ごぼうっていうか木なんだよね。でもうね。ではこれはその目印として酒場さん太郎が結んでくれたオリボンということで。可愛い。はい。いいですね。これはこの関係が好きだけどね。確かに。抜いて誰か抜いて無理やって。かわいい。さあということで今ね3キャラまず3キャラやらせていただいたんですけど、改めて見直すと怖え。やばい、ゾビーちょっと怖すぎた。ゾビー怖すぎ。ちょっとこの辺から整えつつ、全15体を、これは今後ですね、番組内だったり、ちょっとこの後のタイムラプス、制作風景タイムラプス何体かのキャラ、やっていこうと思うんですが、すべてのキャラクターが見れるのはまたね、声優と休みの番組の続報をお待ちくださいということで、いや、楽しみです。いや、すごい楽しみだし、もうすごい、これは。ついちゃうんだよ。ね、ワクワクですよ。もう日本のトップもトップのね、もう大人気声優さんたちの、とんでもない機会をいただいたんですけど、これは夏目さんち引き続きやらせていただきますので、皆さんお待ちください。お待ちくださいませ。すごい楽しみですね。すごい楽しみ。ちょっと番組でもうね見てる方もいるとは思うんですが、じゃあ最後にもうちょっと真面目に、いや真面目にだけど多分元デザインも元デザインなので真面目にふざけていこうと思います。わりかしこれを清書し始めるさやさんの姿を全然ある。さあそれではご覧ください。どうぞ。誰か抜いて。さあということで仕上げてまいりますが、早速見てないやつが、これはこちらはね石川海人さんがデザインされていたポリーでございます。ポリーですね。ポリープのポリープのポリーです。そしてこちらが中村修吾さんの馬ぐもんです。これやばいよ。デザイン一番好きかもしれないこれ。いやね、実際ね中村さんがデザインされた時はもっと足がね、なんか雲々しいというか、もっと雲でしたね。依頼の内容に気持ち悪くならないようにっていう依頼が指定がありましたね。はい、なのでね、若干まだ気持ち悪いですけどね。でもね、中村さんがね描かれてたね顔が好きすぎたのでね、ちょっとねそれをイメージしてね。そしてポリーに戻ってきましたね。ポリーに戻ってきましたね。ちなみに左横のねちっちゃいのはボリーだそう。ボリーですね。ポリーとボリーです。そしてこちら金田智子さんのデザインされたアメザルンです。かわいい。これはなんかアメーバと猿の合体で、
でなんかちょっとクラゲっぽい感じもなんか出してほしいなっていう話だった。とんでもねえエイリアンですけどね。はい、すごいよねこの子。なので全部混ぜてみました。アメーバもクラゲもサルも全部混ぜてみました。しっかり全部さ、そのまま混ざってる。いやそうでなんかね、常に誰かをかじりたいそうなので、なので歯がいいってなってるっていうね。こいつ野放しにしちゃダメなやつね。ごぼうのヌッキーとかかじられて食べられちゃうじゃん。でもこれほら声は金田さんが当てられるということなので、すごい可愛い感じになる。すごく可愛い感じだけど、でも絶対かじってくるなっていう感じが。絶対近くにいてほしくない。ちょっと怖い。じと一目ですね。はい。アメザルンでございます。そしてなんかポリのギャンギャンの子。目ガン決まりそうなんで、ガン決まり若干ねやっぱり主要なんだよね。いやまあねやっぱねこうガン決まったところはあるんでしょうけど、こちらを見つめてくる何かこうすごい圧があるんでしょうね。いやこれはすごいな。どんな世界になっていくんだろうな。いやもう本当よ、やばいですよね。基本的にキャラクターが全員ぶっ飛んでるっていうね。ほら毛描いてこれ毛なんだ。チクチクした毛描いて。はい、そして我らがソビーですよ。次の日ですね。はい、次の日です。ソビースタートでね。だいぶ日またいでますね。はい。そしてねほら星型にマスキングしてますので、尻尾の部分ね。可愛いですね。はい、この後ねスルーって出てくるんですが、一瞬浪川さんのゾビーがちょっとゾビりましたね。嫉妬が今見え隠れした。おやおやなんかまだ誰かが。そしてたけしが。そしてソビーですね。もうむちゃくちゃやん順番が。もうそうなの。この時もねもう本当はね1枚ずつ完成させて、そしたらなんか見やすいじゃないですか。確かにね。映像的にはね。もう締め切りがやばくなってきたので、もうそんなことしてる場合かって。乾いたら次みたいな感じだったので、急いでましたね。はい。こちら浪川さんがデザインされたゾビーと安本博樹さんがデザインされたたけしでございますね。これね本当は全裸らしいですよ。いやそう。設定上。でもやっぱりちょっといろいろとセンシティブなので服を着させられてしまったっていう。服を着させていただきました。ヌッキーだ。はい。ごぼうのヌッキーだ。出てきましたよ。出ましたよ。はい。花江夏樹さんがデザインされたごぼうのヌッキーも一緒にチラリズムしたところで。でねほらたけし論破してくる。めちゃくちゃねめちゃめちゃ正論で論破してくる8歳だそうですよ。なんかもうすごい情報量。顔はおじさんなのにサラリーマンなの。そう8歳なの。8歳なの。いやねちょっとごぼうのヌッキーはねちょっとね土の部分とかすごい塗るの楽しくてなんか妙になんか土の部分すごい細かく入ってる。頑張ってるよね。てかごぼうのヌッキーはマジでさダントツでさやとの相性がいいよね。いやこの虚無顔を描くの楽しかったな。シナジオの世界にいるもんなこいつ多分。抜いてほしいっていう設定めっちゃ可愛いよね。誰か抜いてってやばいね。可愛すぎて言えないのも悲しき生き物すぎる。だからね抜く前と抜かれた後の姿ですね。まあそうですね。こういうねごぼうの抜きだけなぜかこう2バージョン見える。そうなんですけどお前しかも土をそのまま持ち上げるんだ。わあ出た。はい、こちら岡本信彦さんの弱チュビー。弱チュビーかわいい。弱チュビーの B はねアルファベットの B なんですけど。そうなんですよ。弱そ B のね。夜遊びとあと B 型の B です、B もかかっててこの子は電気タイプのネズミで世界中から世界に夢を届けてるっていういろいろスレスレなネズミさんですよね。夢の世界に連れてってくださるそうなので、やっぱりねネズミはいた方がいいというネズミはねことらしいですね。何を言わなくて何とは言わないですけどやっぱりやっぱネズミってねありますからね。ネズミはねそうであと王らしいです。王位をお持ちだそう。ああなるほどね。はい。なんかすごい王の冠かぶってるもんな。いやそうそう。最初ねめちゃめちゃ大きいね雷のマークを持ってたんだけど。持ってましたね。はい、それがねちょっと首飾りのところに移動しまして。そしてゾビーの仕上げに入って浪川さんのゾビーでございます。そして撮れてないキャラクターがなんと2体いるんですが、それはこの後の完成のシーンで見ていただければと思います。本当に申し訳ございません。夜中だったんよ。夜中だった。カメラが止まっちゃってたんで。いや違うんだよね。動画モードじゃなくてなんか写真モードになってて撮れてなかった。なんでっていうボタンだけはちゃんと押したんだけど写真が撮れてたっていう謎の現象で。というわけで完成しました。完成しました。いや可愛い。いや可愛くできたんじゃないですか。はいゾビーゾビーこの際のライバル関係だからね、年の差33歳あるけどすごいライバル関係なんででそしてポリーとボリーね。石川さんのポリー、ボリーと金田さんのアメザル。はいなんか弱チュビ噛まれそうね。なんかねすごい狙われてるよね弱チュビ岡本さんの弱チュビとこちら関智一さんのピョンタでございます。顔怖いけど優しいんです。優しい子です。はい
で花江さんのヌッキーと中村さんの馬雲こいつマジでやばい本当にやばい。はいで、安本さんのたけしと森久保祥太郎さんの袋小路保つでございます。一人だけすごい名字と名前があるさあTo be continued、まだまだ残りのねキャラクターも数体いますし、これが一体どんなアニメになるのか、いやもう本当に楽しみ。めちゃくちゃ楽しみ。やばくない？声がやばいよね。もうドキドキしかしない。まあ基本的に後半は僕もさやさん頑張れしか言ってなかったんですけど、なんだかんだ。いやなんかもうごぼうのヌッキーの誰か抜いてが現実になるんですね。聞きたくてたまらん。